ちは、おっちゃんドドドドです。今回の動画は LED ウインカーのお話です。 NM4 は純正で LED ウインカーなので、社外の LED ウインカーにすると少々めんどくさいのです。当然ポン付けとはいかずハイフラになりました。ハイフラッシャーの略。ウインカーが切れて電流異常が起きるとバルブが切れてますよと知らせるために、ウインカーの点灯が通常より早く点滅する仕組みのことです。昔ながらにウインカーリレーを買ってハイフラ解消しようかなと NM4 をばらしましたが、純正のウインカーリレー18ピンですと、テスターでウインカー線の場所は分かったものの NM4 を騙せそうにないので素直に抵抗を入れることに。どれどれ、純正ウインカーには 9V の 5W と書いてありますな。 9V、12V じゃないんですね。とりあえず 5W のセメント抵抗を数種類購入。純正 LED ウインカーと新しい LED ウインカーの消費電力の差を電圧で割って電流に、電圧から電流を割って抵抗値を割り出します。ハイフラは治りましたが 23.5 オームだとウインカーが少し暗くなりました。もうちょっと電流が流れるように調整してみます。試しに33オームを1つ並列でつけてみます。オンの状態ではハイフラにならなくなりましたが、エンジンをかけるとハイフラになりました。そう簡単にはいきませんね。電流が低すぎたようです。この感じだと 23.5 オームより抵抗を少し大きくするとうまくいきそうです。33オームを2つ並列、それに10オームを直列でつなぐと 26.5 オームに。つけてみたらうまくいったので不細工な感じにはなりましたが、抵抗は完成と、まあこんな感じで知った風に喋ってますが、おっちゃんはちんぷんかんぷんです。次は抵抗器の熱対策です。抵抗が熱をかなり発生するみたいなので、しっかりアルミ板で包んで他と接触を避けるために浮かした感じに取り付けました。今のところ周りが溶けたりはしていないようです。続きまして、時系列がおかしくなりますが、編集し忘れてた動画を一つ。ナンバー指定にドライブレコーダーの土台を作った動画です。土台を取り付けるために高さが均一になるように高さを調整して溶接開始です。ホームセンターでセール品になってた建材を使います。建材をカット 1.5 ミリくらいの厚さでした。何かに使えるかなと買いましたが、早速役に立ちました。おお、火花すごい。防塵メガネは必ずしましょう。よっしゃ OK。 仮付け溶接したので次は本溶接。小さいカメラなので鉄材の耐久性は薄くても大丈夫そうです。カメラの角度自体は付属のステーで変えられるので問題はなさそう。話変わって今後の予定としては、なんだこれリアフェンダー作り、リアマットガード作り、この2つがメインの作業となりますが、寒くて作業をサボり気味のおっちゃんです。笑い。リアマットガードはナンバー指定の取り付け方法が決まったら作業再開しようと思ってたので、作業を再開する予定です。なんだこれの方は
マットガードが完成したら作業を進めてみる感じかな。いっぺんに作業を進めるとバイクに乗れない期間が長くなっちゃうので困りものです。溶接箇所が見えるのでグラインダーで滑らかに。これも走行中に外れたら大変なので裏側をもりもり溶接、見えない箇所なので盛り放題です。ただしちゃんと溶けて溶接できてるかどうかです。両側がしっかり溶けてくっついてないとそのうち割れて外れたりするのでちゃんと盛りましょう。と言いますか、ボルト止めが確実で良いかもです。サフェーサーを吹くためにペーパーサンダーでサンディング。表面を鳴らす感じでパパッと仕上げ、サフェーサーを吹きます。吹く前にきちんと下準備しましょう。おっちゃん、たびたび忘れて塗装しちゃう時があります。失敗。おっちゃんが前に作った扇風機換気扇はまだ元気に動いております。壊れたらちゃんとした換気扇買おうかなと思ってたけど結構丈夫なんですね。まだまだ頑張ってくれそうです。だんだんとおっちゃんのできることが増えてきたので作業場の狭さが気になってきました。車庫にいらないものもまだあるので整理しないと。断捨離、おっちゃん苦手です。作業台を構えられるくらいにはスペースを空けてみたいです。しかし一体いつになることやら。走行してるうちにサフェーサーがだいたい塗り終わったようです。サフェーサーが乾いたら下準備をして黒で塗ってみたいと思います。塗りにくい箇所から塗るようにしましょう。とは言ってもほぼ見えない箇所なので錆防止できればみたいな感じで塗れば良いでしょう。塗装が垂れても見えません。べっとり塗っても大丈夫。裏側はアンダーコートを塗っても良いかもしれません。その方が塗装が剥げて錆びる確率は減ります。今回はまだステーを改良するかもしれないので NM4 に乗れるようにするために錆び止めな感じで、速乾性なのですぐに乾きますが1日放置。組み上げました。